今日は雑草の中からミントだけを収穫していきたいと思います。特にこのように30センチ以上伸びたミントですね。こういうのをカットして収穫していきたいと思います。ミントはミントティーにしたり、乾燥させてミントティーにしたり、また、ちょっとどう言ったらいいかな、スムージーに入れると風味が変わりますし、いろんな形で使うことができます。ですから今日はこのミントを収穫していきます。ミントは本当に簡単に広がっていくんですね。で、雑草と一緒に広がっていっちゃうもんですから、私たちは、不織布のところでも育ったりしています。そうすると雑草と分けてすることができるんですね。ただここはもう広がっているもんですから、上の方に伸びた30センチ以上伸びたようなやつだけをカットするだけで、こんなような形で収穫することができることを感謝しています。ほんの数分、カットするだけでこんなにいっぱいミントを集めることができました。でこれで、乾燥させたりいろんな形で使っていきたいと思います。先ほど取ってきたミントですね、私たちはこのミントを基本的に、乾燥させます。で乾燥させるだけじゃなくて、食事にも使いますので、その取り方としては上の方から下の方に向けてこうやって取れば、若葉の保塩が残るっていう形ですね。そして私たちは瓶の中にこうやって水の中に入れておきます。でよく洗ってですね、そしてこの上の方から下に下げればきれいに葉っぱだけ取れますので、こんな感じで、これは、食事っていうか料理に使ったりいろいろするミントですね。でこれが取れたミントですので、これをこうやって置いて、で乾燥させるだけです。ちょっと茶色いとこもあったりしますけどね。で乾燥させることによって、お茶にできたりいろいろできます。そうすると、いいですよね。それと温度ですね。乾燥させる時の温度が50度で12時間ぐらい。例えば50度を超えて60度、70度でやれば早くできるんですけど、茶色くなってしまいます。なるべく緑色を保っておきたいもんですから、50度ぐらいで、12時間私たちはするようにします。で、それで乾燥させたものを私たちはミントティーっていう形で使うようにしていますので、今からそれをしていきます。50度で今回は10時間で行うことにいたします。10時間ですね。それでどんな感じになっていくかっていうのを見ていきたいと思います。こんな感じで今ファンが回り始めまして乾燥ができますので、蓋を閉めていきたいと思います。これが昨日取ってきた、ミントですね。で、このミントの下の方の葉っぱを乾燥させたものが、これになります。こんな量のミントのお茶ができました。で、今日は2種類のミントティーを作りたいと思います。それはですね、ドライした、乾燥させたミントティーと、葉っぱから作ったミントティー。どんな違いがあるかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。それではちょっと準備をしていきますね。
お湯を作ってきました。そして、こちらには、この乾燥したミントをティースプーンに1杯入れたものです。で、こちらには、ティースプーンじゃなくてね、だいたい4つぐらいのトップを、ミントのトップを入れました。今日は、ね、使っているのはこのお茶ティーパックですね。これを使っています。これを使うと、簡単にこうやって1人分ずつが作れるっていうことですけど、私はいつもはもう1リットルとか2リットルの量のものを作ります。ですけど、今回はちょっと紹介するためにこのようにしています。で、お湯を注いでまいります。すっごいミントの匂いがします。で、しばらく蒸らすような形にします。ちょっと待ちますね。約1分ぐらい、蒸らしました。ちょっとお茶っ葉を取ってきますね。これぐらいの色の差があります。で、ちょっとフレッシュなミントをちょっと入れた感じが、こんな感じで、ミントティーっていう場合、お茶っ葉にするとちょっと茶色くなります。こんな感じですね。でね、爽やかなミントティーっていう感じにすると、こんな感じですね。この緑の違いが出てきます。ですから私たちはこの葉っぱを乾燥するときもなるべく、緑色になるようにしたいんですね。今回は50度で、10時間乾燥させました。ですけど今度は40度で12時間ぐらい、もうちょっと長く、乾燥させて、より緑色が出るような感じのものを作っていきたいと思います。ちょっと味見をしてみます。こちらのお茶ですね。ミントティーの茶色っぽい方。すっごくミントの匂いが強いですね。美味しいですよ。それではこちらの薄い緑色のミントティーの方ですね。ミントがツンとくるのはこっちの方がツンとくるかな。だから新鮮な方がいいっていうこともありますけど、冬の間、ミントが、枯れた時にはこちらのミントティーを。で、新鮮な時には新鮮なミントティーをするといいなっていうのが私の実感でした。今日はこれで撮影を終わりにいたします。